ブッダの母マーヤー夫人はブッダが生まれて7日目に天に召されてしまいました。ブッダの父スッドーダナ王は生まれて間もない我が子のためにマーヤー夫人の妹マハーパジャーパティを5歳に迎えました。ブッダ、若きブッダの悩みと結婚。ゴータマ・シッダルタ王子はマハーパジャーパティに育てられました。後にスッドーダナ王とマハーパジャーパティの間にナンダという男の子が生まれました。ゴータマ・シッダルタ王子にとってナンダ王子は異母兄弟です。ゴータマ・シッダルタは王子として物質的・経済的には何一つ不自由のない境遇でした。後にゴータマ・シッダルタ王子は出家し、悟りを得ゴータマ・ブッダとなります。ゴータマ・ブッダは若かりし日を思い起こし、弟子たちにこのように語っています。かつて私は非常に優しく柔らかで弱々しくてね。それはもう本当にこの上ないほど柔らかで弱々しかったのですよ。父は傷つきやすく弱々しい私のために青、赤、白の3つの睡蓮の池を作ってくれました。また私の着用する帽子、上着、下着とも上質のカーチーさんのものでした。これは今でいう海外の上質なブランド品の衣類で上から下まで身を包んでいる状態と言えます。それだけではなく寒さ、暑さ、塵、草、梅雨、あらゆるものから私を守るために昼も夜も白い傘が掲げられていました。王子ゴータマは王から過保護と言えるほどの愛情を受けていました。実はゴータマ王子だけが贅沢をしていたわけではありません。スッドーダナ王の屋敷で働く使用人の端々はすべて白米と肉のご飯が与えられていたとゴータマ・ブッダは回想し語っています。スッドーダナ王の名前は清らかなご飯を持つ者という意味です。まさに名前通りですね。スッドーダナ王が慈悲深かったということは言えますが、それだけではなく、小さな国だけれども豊かな国土に住んでいたということが言えます。王子ゴータマは自分は王に向いていないと人知れず悩んでいました。王子は頭がよく王者として生きていくには自分は心が優しすぎる、弱すぎると気づいていました。王者として生きるには時にはだけしさが必要です。近隣の大国と渡り合い、時には戦争をけしかけたりけしかけられたりすることがあります。それで王子ゴータマはどう生きたらいいのか分かりませんでした。まだ若いのに死の恐怖に取りつかれ、死の前兆と思われる老い、病の恐怖に震えていました。すべての人は死ぬのか。実の母も死んでしまった。もう一人の自分が現れ言いました。おいや血が怖いものか。私をごらん。私は若い。私は健康さ。まだまだ生きるのだ。王子ゴータマ・チッダルタは言いました。君は若いことを健康であることをおごり高ぶり得意になって人を見下っているんじゃないか。もう一人の自分が言いました。何が悪い。若者にはおごりはつきものさ。自分はなぜ苦しむのか。人はなぜ悩むのか。なぜ死が怖いのか。その答えを見つけようとして
王子ゴータマチッダウタは王城内の木陰に座って瞑想するようになりました。そんな王子の様子を見て両親はゴータマ王子に妃を結婚すれば落ち着くのではないかと考えました。王子ゴータマチッダウタ16歳の時結婚しました。妃ヤチョーダラは物静かで上品で慎み深くおしとやかな女性でした。結婚し妃を迎えての新生活が始まります。これからどうなるでしょう。続きは次回チャンネルドアノブがお送りします。